皆様こんにちは。今回は今 Amazon で人気すぎて最近まで売り切れてた令和最新の多機能洗車バケツをやっと買えましたので、何がすごいのか実際に使ってみて思った正直なレビューをお伝えします。そもそもなんですけど、洗車を自分でする人って洗車機に突っ込んで愛車に洗車傷をつけたくない人が自分で手洗い洗車してると思います。ただ手洗い洗車しててもミットに砂が噛んでしまって、そのせいでボディに洗車傷をつけたことある人結構な確率でいると思います。いくら初めに高圧洗浄で砂を飛ばしたとしても、ボディを洗った時に多少の砂や汚れはミットにつきますし、そのついてしまった砂を落とさないと洗車傷の原因になります。なので洗車してる時にミットをバケツで洗って汚れを落としてると思いますが、その時に落ちた砂や汚れってバケツに溜まりますよね。そのバケツにミットを入れたらさっき落とした汚れがつく可能性ありますよね。そういった問題を解決できるのが最近僕が買ったディテールガーズというカナダのメーカーが出している多機能な洗車バケツです。このバケツの特徴としては、バケツの他にこれだけのパーツがあって、それらを組み合わせることでただの洗車バケツが洗車傷を防いだりミットを掃除できたりと、機能性抜群の洗車バケツに進化するといった感じです。バケツ自体は普通のプラスチックのバケツで、バケツの横にはシャンプーを希釈する時に使えるメモリーが書いてます。バケツの色はこれまで白色だけだったのが、最近半透明のクリアタイプが出たので、クリアタイプだとバケツのどこまで水が入ってるか簡単に見えるので、さらに便利になりました。サイズは大中小の3タイプ。僕が買ったものは真ん中のサイズで18リットルになってます。ただネットの画像だとそこまで大きく思わないんですが、実際に届いて見てみると18リットルでも結構大きかったです。オートバックスで買った洗車バケツに比べるとこんな感じになります。これがずっと使ってた洗車バケツ。今回のバケツがこれ。ネットの画像で見るより思ったより大きかった印象です。こちらの洗車バケツの一番の特徴は、このバケツの底に敷くグリッドガードというざるそばのざるみたいなものがあるんですけど、これをバケツの底に敷くことでミットについた砂やゴミがこのざるを通ってバケツの底に溜まるようになります。そのおかげでミットをバケツに突っ込んで洗ったとしても汚れがざるの下にとどまったままで、バケツをかき混ぜた時に汚れが浮いてミットにつくことを防いでくれるので、洗車傷の防止につながるといったものです。またバケツの側面にこの洗濯板みたいなものを取り付けることでこすり洗いすることができるようになり、ミットについた砂や汚れを根こそぎ落とすことができます。そこで落ちた汚れはグリッドガードを通してバケツの底に落ちて、汚れはザルの下に溜まったままで浮いてこなくなるので、ザルより上の水はきれいで、そこに砂や汚れが溜まるといった仕組みで洗車傷が防げるシステムになります。こちらのバケツなんですが、ここ最近 Amazon を見てると毎回おすすめに出てきて気になってたのでずっと欲しかったんですが、人気すぎて売り切れてまして、最近やっと買えたので今回実際に買って洗車しました。結論から言うとめっちゃいいですね。これ使ったら普通のバケツはもう二度と使えなくなります。正直実際に使う前はこのグリッドガードとかいうざるそばのざるみたいなやつでバケツの底に溜まった砂や汚れが浮いてこなくなるなんて嘘やろと思ってたんですが、実際使ってみるとどういう仕組みか理解できたので、早速実際にお見せします。こちらのグリッドガードは特殊な形をしていて、グリッドガードの上から水をかけるとこんな感じ。裏側から水をかけるとこんな感じ。今見てもらったようにバケツの底に向かっては水は通りますが、その逆、底から上に向かっては水が通りにくくなっています。これがあることでバケツの底に沈んだ砂や汚れが底に沈んだままになります。参考までにこれが初めて洗車した時の映像なんですが、一通り洗車が終わって水を流してグリッドガードを外してバケツの底を見たらゴミとか汚れがめっちゃ溜まってたので、ちゃんとグリッドガードが汚れの浮きを防いでそこに汚れが溜まっていることを確認できました。Amazon でグリッドガードと調べると結構いろいろな会社から同じようなものが販売されていて、どう見ても焼肉の網みたいな感じでスカスカで効果あるのかなと思うものもありますが、僕が買ったディテールガーズのグリッドガードは先ほどお見せしたように水が一方通行で上からの水だけ通す特許取得済みの特殊な形をしているおかげで、上からの水は普通に通すけど逆は通さないといった作りになっています。その分値段も他社と比べると倍ぐらいしますが、せっかく買ってバケツの底の汚れが浮いてきたら意味ないですよね。この仕組みを初めに思いついた人マジで天才やなと思いました。次にバケツの周りに取り付ける洗濯板。
これはもうシンプルに昭和からある洗濯板なので、洗濯板にミットをこすりつけて砂や汚れを落としてくれる機能ですね。1セットで180度バケツ半周分です。もし僕みたいに360度全部囲いたいなら、このスクラブウォールは2セット買う必要がありますね。ただ使ってみた感じ、正直180度で十分です。バケツ1周囲む必要はないです。ただし360度を全部囲むことのメリットは、こんな感じで洗車した後にバケツからそのまま取り出してミットとかブラシを洗う時に便利だと思います。中に入れた状態で水をかけて、使った道具を洗濯板で洗って、洗い終わったらそのまま中に入れた状態で日当たりのいいところに置いておくと、自然と使った道具を乾燥できるので、360度買えば意外と便利です。ただそれだけなので180度で十分だと思います。こちらの洗濯板ですが、バケツに直接貼り付けるのではなく、先ほど紹介したグリッドガード、これにはめ込んで取り付ける感じになります。このグリッドガードの穴に先ほどの洗濯板を差し込んで固定して使う感じですね。ただ一つ注意することがあって、こちらの洗濯板ですが、バケツのサイズが真ん中の18リットル以上のバケツにつけないと、バケツから洗濯板がはみ出すそうです。なので、もし小さいバケツを買おうと思っている方は、バケツの上から洗濯板がはみ出ますので気をつけてください。見た目を気にする方は18リットル以上のバケツを買っておけばいいと思います。18リットルのバケツだと完璧に収まります。こちらの洗濯板以外にもオプションのパーツがもう一つあって、それはグリッドガードの上に取り付けるスクラブ&ポンプというパーツ。これは何かというと、中にバネが仕込まれていて、押すと跳ね返るポンプのような感じでミットを押し付けて洗うことができるようになります。こういう感じで押し付けて洗って、上からポンプを押すことで、この真ん中にある穴から水が出てきて、バケツの中の水が循環してミットがきれいになるそうなんですが、正直これは実際に使ってみた感じいらないかなと思いましたね。むしろちょっと邪魔やなと思いました。まあせっかくレビューするなら全オプションパーツを買ってフルセットを揃えなあかんなという YouTuber の使命感があってフルセット全部買いましたが、正直全部はいらないと思います。僕がおすすめする必要最低限の構成は、バケツ本体と底に敷くグリッドガード、バケツの周りの洗濯板半周分、この3セットで完璧だと思います。この3セットがあれば洗車傷をなくせて、汚れもバケツの底にとどまって、使い終わった道具もいい感じに乾燥できるので、毎回の洗車が楽しくなります。気になるお値段ですが、バケツ本体は Amazon で今現状1200円ぐらいです。それに先ほどのバケツの底に敷くダートロック、これが2200円。バケツの側面でミットが洗えるようになるスクラブウォールが1900円。全部買うと5300円ぐらいになります。なので洗車のバケツと考えると、オートバックスで2200円ぐらいで普通のバケツを買えるので、ちょっと高いような気もしますが、プラスチックでできているので、経年劣化して壊れるとかもそうそうないと思いますし、一度買えば数年は使えますし、ただのプラスチックのバケツではなくて、洗車傷も防げてミットの汚れも落とせる機能性のある洗車バケツなので、初期投資約5000円で洗車傷を防げるのはいいかなと思います。このバケツはプロの洗車屋さんでも業務で使ってるレベルでいいやつなので、買って損はしないと思います。個人的に今年買ってよかったものランキングの圧倒的1位で気に入っています。ただ人気すぎて定期的に Amazon で売り切れになることもあるので、売り切れの場合は楽天にこのディテールガーズの輸入代理店のショップがあるので、そこから買ってもいいかなと思います。あとはタイミングによってはこんな感じでなぜか値段が変わってるので、 Amazon のセールとか楽天のセールとか安くなってるタイミングで買うのがいいと思います。今回紹介したディテールガーズの洗車バケツの情報や Amazon や楽天へのリンクは動画の下にある概要欄に貼っておきますので、気になった方はぜひ他の方のレビューとか読んでもらえたらと思います。ほとんどが星4以上のいいレビューしかないです。スマホで概要欄を見るには、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると、下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルでは洗車に関することやスズキのスイフトスポーツ、車に関することを週1で発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。何かあれば基本的に全部のコメントで返信しているので、ぜひコメントで聞いてください。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。